皆さんこんにちは、さおりです。絹さやを植えるということで慌てて成長しています。4月下旬、毎年スナップエンドウと絹さやエンドウを育てています。植え付けに向けてジョンディアにパワーハローをつけて畑を整えていきます。ここは前に石取りを行った畑です。石取り行ってはいるんですけど、もともと石が多いところなのでちょっと心配ではありますね。だいたいここの面積は 0.4 ヘクタールです。なので4単。スナップエンドウ、絹さやエンドウはポールを立ててネットを張って、そのネットに伸びていくので、そんなに面積は必要になりません。なので整地もあっという間に終わります。ここの畑はお借りしている畑で、今度石取りを行うそうです。なので整地をしている隣では試掘作業を行っていました。少し前の動画でここの畑の石をストーンピッカーで取り除いた様子を投稿しました。その中で除歴をしたらいいんじゃないかというコメントもいただきました。除歴というのは土と石をふるい分けて畑から石を取り除く作業のことです。ただ石を取りすぎてしまうと逆にぬかるみやすくなって水たまりができやすくなったり、作物が植えにくくなってしまうこともあります。なのでただ石をなくせばいいというわけではなくて、畑の状態を見ながら調整していくのが大切です。なのでその除歴作業を来年から石の多い畑はお願いしようと考えています。よし、今無事に整地が終わりました。これからまずスナップエンドウを植えていこうと思います。よし、とりあえず農場に戻ります。はい、改めておはようございます。前回ね、慌てて成長したんですけども、あの後4月の下旬にスナップエンドウを巻きました。ちょっとね、動画にしていなかったんですけど、ということでこちら、ポールを刺してネット張りを徐々に進めています。4本ですね。畝があってこんな感じで出てきました。ここはね、すごく石が多いです。でここからどんどんつるが伸びて、このネットをねずっと上まで登っていきます。だいたいこのネットが私より全然高いので2メートルくらいあるのかな。去年はね、干ばつの影響でなかなか伸びなかったんですけど、本当にうまく伸びてくれるとこのネットをね余裕で追い越して反対側に行くくらい成長してくれます。でうちは毎年スナップエンドウと絹さやエンドウ、この2種類を植えています。まず最初にスナップエンドウですね。見た目は大きい豆なんですけど、それをここ200メートルに4本なので合計で800メートル植えました。実が取れるようになるまでは少し時間がかかるので、収穫は6月中旬頃からを予定しています。あまり暑くなりすぎず、雨が適度に降ってくれるといいんですけども、はい、ちょっとどうなるかまたそのうち動画にしたいと思います。皆さんこんにちは、さおりです。はい、私は今道の駅音更に来ています。ただ観光に来たっていうわけではなくて、今日はここでトラクターにつける自動操舵システムの展示会を行っているそうなので、それを見にやってきました。で北海道はどうしてもトラクター何台も持って作業するっていうのが多いので、自動操舵も1台じゃなくて2台持ってるとか3台目考えてるとか、そういう人も結構いるのではないでしょうか。で今回展示会を行っているのが豊作さんという会社になります。2024年に創業したばかりということで、その自動操舵システムどんな感じなのかを見ていこうかなって思います。実際に豊作さんが取り扱っているのがコムナウイテック。はい、そうです。
そうですよね。コムナビテックというのは中国上海にある会社なんですけども、人工衛星とかのコアパーツを作ってる会社さんなので、その信頼していただけるかなと思います。製品の特徴としましては、モニターの見やすさはお客様からすごい評価いただいているポイントで、中国製品ではあるんですけども、日本人とメーカーとこうやり取りしてもう完璧な日本語になってるので、なるほど。はい、あとはシンプルで見やすい操作画面になってます。そうですね。何が一番こう他の自動操舵と違うとか、一番はやっぱりアフターサポートなんですよ。安さもなんですけども、農家さんは止まっちゃったら作業にならないじゃないですか。なんかあった時は。そうですね。もうその時にもう電話がつながらないとか、例えばパーツが壊れたよとかってなった場合もすぐ対応ってできないと思うんですけど、弊社の場合はもう当別町にあるので、もうすぐ対応させていただくっていうところで、なるほど。安心していただけるポイントですね。はい、なるほど。結構自動操舵って割と価格もどんどん抑えられてきて、それでも100万円とかするじゃないですか。でも豊作さんもっと低いなって思って、本体が80万円の取り付け費で10万円の税込みで99万円でやらせていただいてます。100万円を切るんですもんね、取り付け含めて。はい、そうです。すごいですよね。はい。ということで後日農場に来ていただいて実際に自動操舵の取り付けをしてもらいました。今回は昭和51年に購入したフィアットのキャビンなしのトラクターに取り付けてもらいました。取り付けが終わった後はキャリブレーションといって実際に走りながら誤差があまり出ないように細かい調整をしていただきました。そして最後に操作方法についても説明していただきました。もしわからないことがあった場合でもモニター内に初心者ガイドが用意されていたり電話でのサポートも受けられるとのことなので安心して使えそうです。はい、ついにこのフィアット640にも自動操舵がつきました。今回初めての豊作、このねフリースもいただきましたちょっとまだ肌寒いのですごいねあったかい。早速ねこれで植え付けを行っていこうと思います。おはようございます。はい、今日は、4月の30日です。ここ 0.7 ヘクタールの畑にコーンを植えていこうと思います。これまでコーンはちょっとね販売するくらい、だいたい面積でいうと2世とか3世とかそのくらいしかやっていなかったんですけど、今回はね0.7 ヘクタールやるということで結構がっつりちゃんとね栽培を行っていきます。去年ね大豆を植えてあまりうまく育たなかったんですけど、今年はねがっつり堆肥を入れているので、うまく育ってくれたらいいなと願ってます。それじゃあ準備をしていきましょう。はい、ということでトラクターを持ってきました。今回はこのフィアットの640を使います。でコーンはキヌセアとか小豆でも使用しているこのプランターを使って植えていきます。そして前回自動操舵を取り付けていただいて、はい、こちらですね。じゃーん。豊作さんに自動操舵を取り付けていただいて、コムナビテックの GPS がつきました。もうね電源が入っているんですけど、こんな感じ。今ちょうど日陰で見やすいですね。このトラクターキャビンなしなんですけど無事についてくれてよかったです。ハンドルがこんな感じで、だいたい自動操舵変えるとこの本当にただのハンドルって感じなんですけど、このね回すところもつけてくれました。これ何気助かります。あとスイッチでも操作ができるということで、これねこれで自動操舵走らせたりとか AB 線引いたりとか移動畝の移動だったりとかそういうね操作もできるようになってます。はい、こちらがモニター画面になります。改めて設定を行っていきます。畑の中でまっすぐ走らせるためには基準となる線を決める必要があります。
一般的なやり方だと最初に A 点を決めて、そこからまっすぐ走って B 点を設定する方法です。そうすると自動で平行ラインが出ます。今回はまた違った方法、方位を使った設定で行っていきます。この方法だと実際にまっすぐ走らなくても、あらかじめ決めた角度に沿ってラインを作ることができます。画面上では A プラスヘディングと書かれているのが方位の設定になります。毎年同じ方向で作業したいときにはとても便利な機能です。いい感じですね。今ちょうどだいたいまっすぐのラインに行って自動操舵はまっすぐになっているので、これであとはこのハンドルのボタンを押せば自動操舵が開始されます。走る前にもう一つ大事なのが作業幅の設定です。ここでラインの間隔が決まります。機械の幅に合わせるのが基本ですが、少し広めにしたりしてあげることも可能です。あとはライン調整の機能です。作ったラインを自分の位置に合わせてずらしたり、少し重ねる設定もできます。画面に表示されている文字もわかりやすいので、自動操舵を初めて使う方でも比較的扱いやすい印象でした。このプランター一度に4畝植えることができます。なので小豆を植えるときは全部の畝に肥料を入れて種を入れて行っているんですけど、トウモロコシはもう少し間隔を空けたいんですよね。さっきも GPS で入力したんですけど、作業幅が99、畝間が99にしたいのでややこしいんですけど、1本目と4本目に肥料と種を入れます。でそれだと1個の間隔が66だから666666の198間隔が空いてしまうので、あっちまで行ったら隣を戻ってくるのではなく、片側の畝を1本またいで戻ってきます。そうするとこの間に1本ね上されることになるので99センチになるという予定です。なので小豆とかただまっすぐ行って隣の畝に入ってではなくて、まっすぐ行ったら1本またいで戻ってくるっていうちょっとややこしいやり方をするんですけど、その方法で植えてみようかなと思います。この畑がだいたい70メートル100メートルあったので、トウモロコシ99センチ間隔、だいたい1メートルってところですね。1メートル間隔で植えて60本くらい、30往復くらいするかなっていった感じです。トウモロコシはねすごい肥料を吸うそうです。なので、元肥ももうすでに入れているんですけど、この植える際にもがっつり肥料を入れていきます。もうすでにね化成肥料入っているんですけど、もう1種類ねいつも絹さやを植える時に使っている肥料を使います。ということでこちらですね、竜宮城、もう開ける前から臭いですがこれを入れましょう。はい、この匂いを届けたい。せーの。それじゃあ種を入れます。これがトウモロコシの種です。めぐみゴールドスタンドという品種です。はい、これで肥料と種を入れました。こんな感じでね、1本目と4本目に入っています。
種も同じく1本目と4本目です。はい、ということで蓋をして種が入ってるところはこんな感じになっています。このオレンジが種板と言われるものなんですけど、これは12って書いてますね。見えるかな。いろいろサイズがあって、それこそ小豆だったりとか絹さやだったりとか、その豆の大きさによってこの種板のサイズを変えます。今回はこの12というサイズの1粒ずつ植えるタイプにしています。これが2個空いていたりとかそういうタイプもあるんですけど、とりあえず一粒で植えてみようかなと思います。今日はめちゃくちゃ天気がいいですね。とりあえずちゃんと植えれるかどうか試し走りをして確認しようと思います。機械でトウモロコシを植えるのは今回が初めてです。これまで2世とか3世の時は、手でね全部植えていたので、なので最初は少し調整が必要になるかなと思います。で、今日はまだ4月30日ということで、だいたい北海道で植え付けるのが5月中旬から下旬とか、もう少し暖かい方が本当はいいみたいです。割と寒い時期にやる人はマルチを張ってから植え付けを行ったりするんですけど、うちはマルチなしなのでちょっとどうなるかっていう感じではありますね。そのトウモロコシって成長点が土の下にあって、葉っぱも最初の4枚くらいは土の下に埋まっているそうなので、割とね寒くてもそんなに弱らない丈夫でいてくれるみたいです。なのでね、あとはあまり寒くならないことを信じて今回植え付けていきます。はい、ということでこれから植えていきます。こうね、畑のね縁はねめちゃくちゃ土手になってます。落ちることはないと思いますが、今のところ落ちたことはないんですけど、結構ギリギリから植えていきます。ここに種が入っているので、ここが一番端っこですね。最初は少しだけ走って種の深さを確認します。コーンは発芽率が85から95% とかなり高い作物です。ただ種の深さが浅すぎると風で土が飛んでしまって種が出てしまうことがあります。逆に深すぎると芽が出るまでに時間がかかったり発芽しにくくなることもあります。なので何度か確認して調整を繰り返してちょうどいい位置を探します。
ということで無事にコーンの植え付けが終わりました。はい、こんな感じです。ちょっと分かりづらいですよね。またいで走ってるのもあって余計畝が分かりづらいかなと思います。やっぱりだいたい60本あって種は2万5,000粒くらい植えました。割とね種の消費が早かったですね。結構あっという間になくなってしまいました。で本当はここ 0.7 ヘクタールの面積全部コーンの予定だったんですけど、そう種がね思ったよりなくなってしまったので1本かぼちゃを植えようということで、ここのね真ん中はかぼちゃを植えれるように畝切りをしてマルチ2畳用のマルチを張ってます。この自動操舵を取り付けた時にトラクターにこうシールを貼ってくれるんですけど、そこにアフターサポートダイヤルっていう電話番号だったり、あと QR コード LINE の QR コードが載っているので、もし困った時は直接電話もできるし、その QR コードでその LINE からこういうことがあったんですっていうのを送って相談するっていうこともできます。実際に私も使ってみてわからないところがあったのでこう電話して一度ね対応してもらったんですけど、すごくね親切ですぐに電話に出てくれて対応してくれるのでとてもね助かりました。やっぱりこうね農業って天気相手の仕事なので、どうしても今日使いたいって時に自動操舵が使えないっていうのはね結構困るんですよね。どうしてもこう RTK の接続だったりとか何かしらねエラーが出てしまうことはあります。それはどの自動操舵でもたびたびねあることだと思うんですけど、その時に電話ですぐ対応してくれることはすごくありがたいなと思います。なかなかその電話対応っていうのも電話だけの口だけのやり取りだと難しいところもあるんですけど、この保作さんは遠隔でこっちの画面を確認してくれて、こっちからねこう操作してこうしたらいいですよとか対策もしてくれるので、そういった時にねすぐ対応してくれるのが一番強みなんじゃないかなと思います。あと最初の方にもありましたけど、手頃な値段で買えますし、もう一点いいと思ったのはその自動操舵もう1台取り付けたいなって時にモニター以外の、アンテナとハンドルだけをもう1台トラクターに取り付けることで他のもう1台のトラクターでも使えるということです。2台同時には使えないんですけど、例えば植え付けの時にしかこのトラクター使わないでもう1台取り付けたいって言った時はそういった形で2台に取り付けを行って、でモニターだけは1つ持っていて植え付けの時はモニターを植え付ける機械に取り付けて、それ以外の時はもう1台のトラクターに取り付けてっていった感じでそういったこともできるらしいんですね。でそうなると2台目っていうのはモニターが必要なくなるので値段ももうちょっと下がります。はい、ということで無事にコーンを植え終わりました。これまで家庭菜園くらいの小さい範囲でコーンを育てていたんですけど、今回は、がっつりコーンを植えました。なので本当に初心者っていう感じなんですけども、もしコーンに詳しい方がいましたらアドバイスコメントでくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。超オールバックなんだけど、バイバーイ。